高級カメラやレンズもいいのですが、今回はもっとコスパよく映像や写真の質をぐっと引き上げることのできる撮影用の LED ライトを紹介したいと思います。コルボ CL220 というモデルになります。これから照明を購入しようという方や、ワンランク上の照明を狙っている方には最適なモデルとなっています。それでは詳しく見てみましょう。まずコルボという会社名自体あまり聞いたことがないという方が多いと思うんですが、4年ほど前に設立された会社で撮影用の照明機材を販売しています。今回のモデルは 220W のモデルになりますが、以前に 100W や 60W のモデルもリリースしています。満を持して登場した高出力モデルということになります。でやはり後発ブランドなので、ライバルたちがたくさんいる中で戦っていくために、このブランドの製品にはかなり面白い機構がいろいろと取り込まれていますので、今日はその辺をじっくりと紹介したいと思います。で、動画の前半ではこの製品の特徴とか、ユニークな点などを見つつ、後半ではどんな風に使用することができるのか、使用するとどんな効果があるのか、その辺もお見せしたいと思います。まずはこの製品の特徴その1、価格が安い。アマランとかスモールリク、ナンライト、ゴドックスなどが似たようなライトをたくさんラインナップしているんですが、色温度を可変できるタイプのものはだいたい5万円から6万円ぐらいかなと思います。この CL220 に関しては色温度が変更できるタイプのもので、ベーシックなもので言えば4万円台前半で購入することができます。特徴その2はサイズと重量になります。この手のライトの中で特別小さいというわけではないんですが、数年前のモデルと比べてもかなり小さくて軽くなっています。重さも 1.57kg というふうに書かれています。これはですね、私がここ数年部屋の中でメインライトとして使っているゴドックスの SL150W2 というモデルなんですが、これと比較してもこっちの方が高出力でもあるにもかかわらず小型であるっていうのが見ていただけると思います。で、ライト自体が軽いっていうことも結構メリットが多くて、例えばライトスタンドもライト自体が重いとかなりごついしっかりとした、これもそうなんですけど、そういったものを使わないといけないんですが、ライトが軽くなるとライトスタンドも軽くて小さい細いものを使うことができます。なので持ち運んで使う時なんかも、総重量を軽くすることができますので、かなり負担が減ると思います。軽く小さくなることによって結構弱っちくなったりすることもあるんですけど、今回のこのモデルはウェブサイト見ましても結構冷却システムもちゃんとしたもの搭載されてそうですし、あとボディも同クラスのものは大体がプラスチックなんですが、このモデルに関してはちゃんとアルミが使われていて非常に丈夫な感じがします。特徴その3、このメーカーのライト全てに共通しているんですが、横のところにこのナットレールを取り付けるための場所があります。で、これをうまく使うことによってライトを連結したりとか、いろんなアクセサリーを取り付けることができます。で、三脚ネジが使えるアクセサリーもあるので、これらをうまく使えばスライダーに乗せたりとか、公式サイトではドローンに搭載して正面に使っているみたいな映像も流れています。ドローンに乗せて使うことはなかなかないかとは思うんですが、単独で使う、電源がないところで使う時のために V マウントバッテリーを使って駆動することもできます。出力はだいたい半分ぐらいになるみたいなんですが、電源が確保できないところでもどこでも撮影ができるっていうのは非常に便利だと思います。後ほど同時に提供していただいた V マウントバッテリーも実際に使ってみたいと思います。この会社の CL60 とか100は USB-C 端子がついていて、モバイルバッテリーなんかでも駆動することができるようになっています。じゃあですね、ちょっと電源ケーブルをつないで実際つけてみたいと思います。で、AC アダプターは若干大きめなんですが、こういったものが付属しています。で、ライトスタンドに引っ掛けるためのワイヤーがついてますので、空中に浮かしておくことができます。そうすることで、現場でも、いろんな人が踏んだり蹴ったりとか、水に濡れたりとか、そういったことを防ぐことができます。コネクタは XLR タイプのコネクタが採用されていて、非常にしっかりとしています。じゃあちょっとスイッチを入れてみます。おー、明るいですね。これ220W っていうのが一応規格なんですけど、ここだけの話ですね、海外の YouTuber の方が出力を比較したら、300W クラスのものと同じぐらいの明るさがあるみたいな結果が出てました。正確に測ったわけではないとは思うんですが、実際は220よりもちょっと明るいようです。でですね、液晶画面がついていて、その両側に4個のボタンが並んでいます。そしてその下に2つ回したり押したりすることのできる物理的なこういったノブがついています。
でこの左側はですね、色温度の設定を変更することができます。右側は明るさです。で色温度は2700ケルビンから6500ケルビンになっています。でこのノブを押し込むことによって、もともとプリセットされている数値に瞬時に合わせることもできます。でこの4つのボタンにもいろんな機能が割り振られているので、液晶を見ながら変更していくんですが、面白い機能としてファンのモードが3つあって、一番静かなモードにするともうほとんどファンを止めてしまうことができます。マイクを近づけてみましたが、起動直後はファーンという音がしますが、クワイアットモードにすると本当に静かでもほとんど音が聞こえない状態かと思います。逆にパフォーマンスモードにすると、最大光量でずっと撮影していてもそれほど発熱することがありませんので、音が気にならないような撮影であればパフォーマンスモードもいいのかなと思います。あとはよくあるやつですけど、この10種類のエフェクトが搭載されています。これ私もあんまり使うことはないんですけど、面白いのが SOS があるので、バッテリー駆動もできますし、何かあった時は窓から外に向けて SOS の信号を発することもできたりします。で最近のライトでは当たり前になっていますが、スマホのアプリが設定されていて、このアプリからコントロールすることもできます。しかもですね、1台だけではなくて複数台のライトを同時にコントロールすることもできます。公式ウェブサイトでも、ギターを弾いてるシーンがあるんですけど、たくさんライト並べておいて、それぞれがエフェクトがかかってるみたいな感じですごいかっこいい映像があるんですけど、そういったことも台数を揃えればできるようです。でさらにオプションになるんですが、ワイヤレスリモコンも用意されていて、このリモコンを使ってコントロールすることもできます。もちろん専用のアプリからコントロールをすることもできます。単独でもできますし、連携させてコントロールすることもできます。で今から実際にライトスタンドに乗せてどんな風に使えるのかちょっと試してみたいと思います。ライトスタンドもいろんなタイプのものがあるんですけど、先ほども言いましたけど、結構ライト自体が軽いので、単体で使うのであればそんなにごついスタンドでなくても大丈夫かなと思います。ただいろいろソフトボックスとかつけたりするんであれば、それなりにしっかりとしたものを使った方が安全かなとは思います。でこのライトはここがですね、業界標準規格のボーエンズマウントっていうのになっていますので、いろんなリフレクターとかソフトボックスをつけたりとか、あとアンブレラ取り付けるための穴も開いてますので、ここに差し込んで使うこともできます。ただそういったものがなくてもですね、天井に向けて直接発光させることによって、天井バウンスさせることによって部屋全体を明るくすることができます。これでもですね、ビデオ撮影にしても写真撮影にしても、ライトがない状態と比べると比較にならないぐらいいい環境で撮影することができるようになると思います。もう少しですね、アクセサリーを揃えていろいろやりたいっていう場合は、よくあるのがソフトボックスなんですけど、今回このソフトボックスも一緒にいただいたものになりますけど、これがですね65センチのタイプのもので、もっと大きなものとかもっと小さなものも同時に発売されています。でこのソフトボックスはですね、骨を一つ一つパチンパチンってはめていくタイプのものではなくて、一気に広げたり縮めたりすることができるタイプになっています。若干力はいるんですけど、時間的にはかなり早いですね。私も全然専門家ではないので難しいことはちょっとできないんですけど、例えばソフトボックスを、照明をこういう風に真上に持ってくることによって、こんなような写真を撮ることもできます。例えばYouTube で自分を撮影するときに使いたいっていう方も結構いらっしゃると思うんですけど、そういう場合であればレンブラントライティングっていうんでしょうかね、左とか右の45度の位置に置いて、しかも斜め上45度の位置から自分を照らすことによっていい感じの照明にすることができます。でさらに反対側にちょっと弱めの照明を置いたり、あと後ろからも照らすことによってより立体感が出てくるんじゃないでしょうか。奥行き感があるというか。でさらにですね、後ろにちょっとした LED のこういった照明を置くことによって色をつけたりすることで、人物をより浮き立たせることができます。で後ろに置く照明の色なんかも、若干青めのものとかにすると、人物の顔っていうのはオレンジ系なので、より人間の肌が際立つというか、コントラストがはっきりしてくると思います。どうでしょうか、こんな感じで。では映像にどんな違いが出るのか見てみましょう。まずは天井の照明だけ、こんな感じです。次がよくある安物のパネルライトの場合。次はですね、天井バウンスの場合です。でソフトボックスをつけてみました。
グリッドはついていません。次はグリッドをつけてみました。どうでしょうか。後ろへの光の拡散が減ります。さらに左側からのフィルライト、そして後ろからのリムライトも追加してみました。で、最後に色付きの LED ライトを後ろに向けて照らしています。いかがでしょうか。最後に少し並べて比較してみたいと思います。左が天井照明だけの場合、右は全てを点灯させた場合です。もう影のつき方も非常にソフトですし、顔にも適度に光が当たっています。それでいて陰影もあって立体感があります。目の大きさももう全然違いますね。どちらも目を見開いた状態のところを選んでいるんですが、見え方が全然違っています。では次に一緒につけていただいた V マウントバッテリーも見てみたいと思います。ちゃんと PSE マークがついてますね。で、電圧が 14.4V で 6A ぐらい流すことができます。200W ぐらいです。で、横にディスプレイがついていて状態がわかります。で、左右に D-TAP 端子がついています。で、上には USB-A と C がついています。そしてこれを VM3 という V マウントバッテリー用のアダプターに取り付けて使います。ライト本体への取り付けはこんな感じになります。ナットレールがあるので簡単に取り付けることができます。で、VM3 に付属してきたケーブルを D-TAP 端子につなぎ、反対側を XLR コネクターにつなげばもう使うことができます。明るさはバッテリー1つの場合は 50% になっています。先ほどの室内撮影も 25% ぐらいでも十分明るかったので、室内ではもう本当に十分かと思います。で、屋外でもっと明るさが必要という場合はダブルバッテリー用のアダプターも発売されるみたいなので、それを使えばフル発光することができます。ということで今回はコルボーの CL220 という LED ライトの紹介でした。このライトは2つのバージョンがありまして CL220 ライトというものと CL220 という普通のものがあります。ライトの方は少し安くなっています。性能的には全く一緒なんですが付属品に若干違いがあります。CL220 の方にはこういったキャリーバッグとリフレクターが付属してきます。キャリーケース非常にしっかりとしていて、実際に持ち運んで使うっていうことをよく考えているなというふうに感じます。例えばここにですね、ストラップがついてますので、ソフトボックスとか三脚を固定したりすることもできます。ライト自体も軽いですし、外での撮影が多い方もね、これ持って撮影に出かけることができるんじゃないでしょうか。今回使用した機材いろいろありましたけど、すべて下の概要欄にリンクを貼っておきますので、関心のある方はぜひご覧になってください。こんな感じでいつも、撮影に関する機材とか、カメラとかレンズとかそれ以外のいろんなアクセサリー系のもののレビュー動画たくさん投稿していますので、よかったらそちらもご覧ください。下に再生リストを貼っておきたいと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。